こんにちは、なぎです。厳しい暑さが続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？今日はこちらのアジサイと女の子の透明水彩メイキングと日本最大級のアジサイ園、みちのくアジサイ園に行ってきた様子をお伝えします。アジサイを簡単に描くコツなどもお話ししていますので、ぜひ涼しい場所でゆっくり見ていってください。岩手でも暑さがとても厳しくなりました。今日は青っぽく涼しい絵を描いていきたいと思います。みちのくアジサイ園の中にはアジサイの花をたくさん浮かべた池があります。そこから今回の絵のインスピレーションを得ました。アジサイを簡単に描くコツなんですが、まずね、アジサイってすごくごちゃごちゃして見えるので、なんか描くのめんどくそうだなってやる気なくなっちゃうと思うんですけど、絵を描くときに大切なことを2つ常に意識してもらえるといいと思います。まずは形を簡単に捉えるということなんですね。まずは形です。で、その後にバリュー、明暗ですね。これはもうね、全ての基本になります。これができれば本当に何でも描けます。アジサイで考えると、まず簡単な形で捉えると丸いですよね。なのでよくある球体のデッサンみたいに丸の下側に影がきます。そしてこの丸の中に小さな花がいくつも咲いているので、この花の合間合間の影を描くようにします。一つ一つの花の形をはっきりさせる感じですね。奥行き感を出すために影の中にもう一段暗い色を置いたりします。そうするとこれだけでもアジサイっぽく見えますよね。アジサイを描くときはこんな感じのイメージで描いていくと、だいぶメンタルの負担が少ないかなと思います。あとこれもね、絵を描くとき全般に言えることなんですが、見やすい資料を使ってくださいね。ネットでいくらでも検索できるし、私も使っているんですけど、ピンタレストとか画像を集めるサイトっていうのがたくさんあるので、個人的な練習であればね、そういうものもどんどん活用していきましょう。時々ね、たまになんですけど、絵描きが何も見ないで描いてるって思ってる方がいるんですよね。何の資料も見ずに、なんか芸術は突然頭の中に降って湧いてきて勝手に描けるもんだろうみたいに思ってる方がね、たまにいらっしゃるんですけど、全くそんなことないですからね。むしろプロフェッショナルな方であればあるほど、ものすごく資料をしっかり集めてますよね。
写実主義っていうんですかね。写真のようなリアルな絵画を描く人たちなんかは本当絵にするそのまんまの写真とかを資料として作って描いていますよね。ちゃんとスタジオを借りて小道具も準備してモデルさんも手配して写真を撮ってそれを使うみたいな方が多かったですね。モデルを実際に目の前に置いて描くタイプの画家さんもいますね。私もアルバイトでそういう美術モデルのお仕事をやっていたことがあるんですけど、結構ね、同じポーズをずっと撮ってるってきついんですよ。15分ポーズ撮って休憩してまた15分を何セットかやるみたいな感じだったんですけど、体はね本当に大変でしたね。美術モデルをしてくださる方がいるのでみんな絵が描けるので本当にありがたいなと思います。画家ってね、なんかすごくふわふわしたイメージで語られちゃうことが多いんですけど、実際はすごく現実的で地味な作業の繰り返しなんですよね。多分どんなに上手な人でも自分の絵に完璧に満足してる人っていないと思うし、うまく描けないなとかアイデアが浮かばないとか、そういうことで悩んだり試行錯誤しながら描いていたりすると思います。そういう意味ではあんまり絵のキャリアとか関係なく、どんな人も同じ悩みを抱えているんじゃないかなと思います。